なんかこちらジグザグに見えるところはヘビをベーシックに作られてるみたいで、生きるか死ぬか人生はオールインローベイです。ペルー、古都、クスコ、見どころたくさん。それではスタート。田んぼ抹茶遺跡にやってまいりました。今から入場していきたいと思います。水が湧き出ております。昔の兵士などもここで水を取って休憩したのでしょう。こちらの道は昔王族がクスコからオヤンタイタルボまで向けて、ないしはマチュピチュまで向かう道だったそうです。すげえ湧き水です。段々畑みたいになってて、すごい幻想的な雰囲気があります。なんかあそこの4つの窓のところにはもともと4つの銅像が偶像が置いてあったみたいですけど、スペイン人が持っていったみたいです。エンジニアはなんかこちらの水路を作ったエンジニアは作られた後に殺されたみたいで、作られる時は別に殺されるとか知らなかったみたいです。というのも水源をね、水源に毒とか入れられると王様を殺すことができるっていうところがあったので、そういうところで、それをさせないために水源を隠していったみたいです。こちら標高3765メートルということで、富士山と同じぐらいの高さです。プカプカ遺跡にやってまいりました。こちらのね、前の駐車場でいろいろな商売も行われているみたいなので、なんかしかもね、他の前行ったところよりも商売っ気があります。こちらね、少しちょっと赤っぽく見えるところが、名前の由来、ケチュア語でプカプカは赤いっていう意味らしくて、そちらで、こちらのプカプカ遺跡という名前になったみたいです。プカプカ遺跡から、見える景色でございます。もともとね、こちらは関所として機能していたみたいなんですけど、コンキスタドールによって大部分が破壊されてしまったみたいです。僕が思うに、多分そのコンキスタドールが来た時にキリスト教を広めたいっていうところで、現地の、クスコの宗教ってところが、物一つ一つに魂が宿るカムイみたいな、北海道アイヌみたいな考え方をしていたので、そちらを、駆逐するためだったのかなっていう推測もあります。本当この綺麗な景色はね、なかなか見られないと思うんで、このようにして皆さんにお届けしております。で、本当天気がすごい変わりやすい。向こうがね曇りになってて、こっちは、晴れてます。うわクスコね、とても星が綺麗に見えることで有名らしくて、皆既日食とかとこも標高が高いので星が近く大きく見えるみたいです。ぜひ今度は夜来て晴れの日に星を観察してみたいなとも思います。ペイローグジグザグの水路は、豊作か凶作かを占う儀式。トウモロコシのジュースを使って流して右か左かで凶作か、豊作かを占っていてみたいです。でこちらがね、もともとピューマの、遺跡、ピューマの銅像があったんですけど、スペイン人は、クスコの宗教が嫌いということで、壊したみたいです。ここはお医者さんの、ミイラを作る時の科学技術者が荷物を置いてたみたいで、奥のあそこのところ、祭壇のところでミイラを作る作業が行われる神聖な、インカにとって神聖な場所とされていたみたいです。本当だ、ミイラ作る時間が1ヶ月分ぐらいかかります。そっか。1ヶ月。天井とここは置いたら腐りにくいですよ。わかる？岩違うんですよね、これ。同じは一緒ですよ。でも温度違う。温度は違うけど、でもこれ一番上の天井とこれ一番冷たいです。ここのところ本当に多分3度4、7度8度ぐらいのところで、世界なんです。こちらで、ミイラを制作に1ヶ月ぐらいかかるので、こういう冷蔵庫みたいなところでやる必要があったみたいです。3番刻まれた石というのは階段上がるかや本当に冷たいわ。3つの境表して。ペイローグシゲさんが、ちょっとお金の都合で来てなかったサクサヤワマン遺跡にやってまいりました。入場していきたいと思います。サクサヤワマン遺跡にやってまいりました。今からいろいろのスポットを巡っていきたいと思います。なんかこちらジグザグに見えるところはヘビをベーシックに作られてるみたいで、手前の列の岩は1つ10トンもあるみたいで、こういう建築を見せることによって、敵の反乱を敵だったり内乱を
なんか抑止力に使っていたみたいです。でまた街全体がですねピューマの形に成形されていて、こちらは今ピューマのおでこに当たる部分だそうです。こちらのところに今私たちがいます。でピューマのおでこの前。ピューマの形になっていて、これしゃがんだピューマ。でこちらが航空写真ですね。はい、これも斜めですよ。こちらにヘビのやつだったんですけど、昔金のやつがあったんですけど、コンキスタドールが持っていたみたいです。すいません、こちらクスコが見渡せる、遺跡の最上部にやってまいりました。うわクスコね、やっぱり標高高いのもあって高い建物はないんですけど、もう色がね、屋根の色がしっかりと統一されていて、オレンジ味がある屋根に統一されているところもあって見栄えがいいです。うわすごい綺麗ですね。ピューマの目でございます。3階ぐらいの高さまであって、今は30メートルぐらいあったみたいなんですけど、コンキスタドールが破壊して今は基礎だけになったみたいです。昔の建物の想像図ですね。このような形になっていて、で30メートルぐらいあったみたいです。このような形に成形されていて、カミソリ一つも入らないみたいです。すごいな。クスコ市内今歩いているんですけど、やっぱり全然危険な感じはないですね。特に昼とかは危険な感じ全く感じません。人通りも多いのでそこまで用心する必要はないのかなとは思うんですけど、やっぱり南米ってところもあるので気も引き締めながら、ちょっと多少緩めつつ、楽しんでいきたいと思います。こちらもともと神殿だったみたいなんですけど、コンキスタドールによって壊されたみたいです。ペイローグ、こちらはですね、もともとインカの人にとって重要な神殿があったみたいなんですけど、その後スペイン人によって破壊された後にコンキスタドールのフランシスコ・ピサロがこのもともとインカの人が重要視していたところを乗っ取って勝手に住み着いて、それを修道院にするために、ドミニクさんとかに渡したみたいです。ゴミだなフランシスコ・ピサロ。文字がなかったみたいなんで、こちらサインみたいな、印をつけていたみたいです。こちら3個奥にもあるっていうので、神の世界と現世の世界と死者の世界が、の世界で分けていたというふうに考えられているみたいです。こちらで、リャマを、処刑して、そちらで儀式に使っていて、あちらの穴で、外に血を排出していたみたいです。でこちらの4つの、銅像に関してはさっき言った、神殿のところにあった銅像のやつと同じだと推測できます。いろんな細工があるから隣をおすすめします。なんか地震で崩れそうになったけど、隙間を開けることによって、その余震の力を分散させることによって崩れるのを防ぐ工法を使っていたみたいです。昔の、スペイン人が破壊する前の、神殿の、復元図ですね。しっかりやっぱり角が丸くなってますね。これが太陽の神殿のらしいですね。すごい、だからインティライミっていう太陽のがめちゃめちゃ重要視されていることがよくわかります。こちらは星の神殿と呼ばれる神殿みたいです。高さが高いことによって重要さの違いが判断できるみたいです。さっきのところよりもかなり高いので、ここフランシスコ・ピサロが住んでいたみたいです。すごい星の神殿と呼ばれるだけあってすごい綺麗だからこっちに住んでたけど、寒すぎたので漆喰を塗って白くなってるみたいです。他の建物は全て、スペインによって作られたみたいです。石と石の間にセメントがあるのでスペインの痕跡だということがはっきりと分かります。こちら金で作ったこれもともと昔ですよ、水路だったり太陽の、神殿の公園があったみたいなんですけど、スペイン人によって、ここに取り壊されて、金とかの、金で作られた動物だったり人間の銅像もあったみたいなんですけど、金だったっていうところで本国に持って帰って溶かされたみたいです。青の金の銅像がこちらにあったみたいですけど、夜明けの神様という意味の銅像があったんですけど、スペイン人に取られたみたいです。本当ひどいな、スペイン人が、いる時にこちらから敵の刺激があった時に逃げるためにこちらのトンネルが作られて、さっき言ったジグザグ公園みたいなところに行くみたいですね。インカの天文図みたいです。レプリカなんですけど、もともとは、あちらの神殿の中に貼られていたみたいです。インカで、上の作りが、スペインみたいな感じで融合しているみたいです。丸いじゃないですか。
王様とか、そういう大切な神殿はこういう風に角が丸く作られています。だからとても重要な場所であったことがよくわかります。クスコの街並み本当に面白いですね。もともとね皇帝の建物だったところもこのように削って中に建物を建てて今住人の皆さんが暮らしているみたいです。こちらがピューマの頭になっていて、こちらが手で伸ばしていってピューマの形になっているみたいですね。答え合わせ的にはこういう感じになってむずいすぎるだろう。ウォーリーを探す並みに難しいわ。横に穴が開いてると思うんですけど、こちらの穴が開いてるのはもともと5ミリぐらいの金箔があったんですけど、そちらをスペイン人が取るために壁を壊してやってたみたいですね。天皇家の佳子さまが泊まったホテルがあちらの奥の修道院ホテルだったみたいです。こちら見てください。水路が真ん中に設置されていて今も現役で動いてるみたいです。うわすごいな。ここから、ピューマの形が始まってるみたいです。こちらの大聖堂なんですけど、中のちょっと撮影が全然できないんですけど、本当にペルーでのカトリックの歴史だったり流れもよく分かったので良かったです。でペルー人、クスコ人、インカ人が大事にしてた自然崇拝の、石も中に設置されていたみたいなので頭いいなというふうに、そちらを設置することでインカ人も侵入して、カトリックになるということが多かったみたいなので頭いいなと思いました。プラサ・デ・アルマスやってきました。ちょっと時間がないんでねあんまり寄れないんですけど、今あちらでねペルーの伝統的な、多分インカのね伝統的な楽器団みたいな方もいらっしゃって、すごい活気にあふれていて人が多いです。でこちらには先ほど言った大聖堂がございまして、であちらには伝統的な建物の中にスタバが入ってます。わー。でここでアタワルパ最後のインカの皇帝が処刑されてインカ帝国の時代に終止符が打たれたみたいです。もう本当にひどいコンキスタドール。12角の有名な岩です。ちょっとねしげさんも来てたんで撮ってみました。はい覚醒。いいよ、はい、なんか押すの？いいよ、こっちで写真。ペイローグ。20分ぐらい遅れてるみたいなんですけど、今からペルーのリマに向かっていきたいと思います。シートピッチは、広めですね。深く座ったら狭めにはなるんでこういう感じですね。機内結構人いっぱいいますね。約50分遅れで、クスコの街を出発しリマに向かいます。リマの空港に着きました。1時間ぐらいですね、累計で遅れたんですけど、到着時間としては30分ぐらいの遅れになりました。今から荷物を受け取って宿にチェックインしたいと思います。ぷかぷか遺跡からチャンネル登録よろしくね。今回はここまで。次回リマ編お楽しみに。次回また会いましょう。